どうもこんにちは、どんこめです。今回はちょっと小ネタになります。JR 東日本財務情報、とんでもないことになっていたというタイトルでお話ししたいと思います。隣に財務キャッシュフローのグラフを出しておりますけれども、一体何があったのかという話をしたいと思います。まず、右側にあったグラフを持ってきましたけれども、これは JR 東日本の財務キャッシュフローの推移になります。財務キャッシュフローっていうのは、主に借金とか、あとは配当金支払いとか、そういう関係の本業の利益とかそういうの以外で、かつ投資とかでもない部分のお金の動きを注目した部分ですね。右側にも書いてある通り、借金とかでお金が入れば上の方が大きくなって、逆に返済などで支払った分が大きければ下の方に動いていきます。で、ご覧の通りですね。2019年3月期までは返済方向の数字になってました。だいたい1000億円ぐらいのマイナスですかね。キャッシュアウトの方向になっていました。ところがですね、2020年3月期からプラス方向、つまり借り入れの方向に大きく動いています。一番すごかったのが2021年3月期で、この時はプラスの9833億円と、ほとんど1兆円借り入れてるような状況だったわけですね。それがですね、2022年には3046億円のプラスになって、今年、つまり2025年3月期に関しては、36億円のプラスまで減りました。ほぼ、これまでの動きで見たらプラマイゼロぐらいに一見見えるんですけれども、次のグラフをご覧ください。これはですね、緑の線がですね、財務キャッシュフローのさっきのグラフを線にしたものですね。で、後ろのバーは何かというとですね、財務キャッシュフローの内訳になります。さっきのは最終的な合計値しか出ていなかったんですけれども、細かなね、項目があるわけです。例えばですね、短期で借りたお金はどうだったのかとか、あとは長期の借り入れをしている場合もあれば、返済もしている場合もあるわけです。社債も発行したりしますけれども、社債の満期が来て返済している場合もあるわけです。そういうプラスマイナスの情報を、視覚化したのがこちらのバーになります。積み上げグラフですね。例えばですね、2021年3月期、一番財務キャッシュフローのプラスが大きかった年ですけれども、社債も発行してましたけれども、短期の CP、コマーシャルペーパーなどの発行が大きかったことがわかります。で、コマーシャルペーパーなどは2022年と2023年でもう返済は終わっています。ただ、その代わりにですね、社債の発行が大きくなっていることがわかります。そして2025年3月期はどうだったかっていうと、よーく見るとですね、結局借り入れと返済がほぼ拮抗したから、ほぼプラマイゼロに見えただけだったんですね。実際には返済もあったし、借り入れもあったと、そういう状況です。ほとんど去年、2024年3月期と同じぐらいの規模のお金の動きはあったってことになりますね。ただプラマイゼロに見えたのは借り入れと返済が拮抗しているだけということになります。さて、じゃあ今度はですね、総負債の推移はどうだったのでしょうかと見てみました。2015年3月期から2025年3月期までの総負債の推移を調べてみましたところですね、やはりですね、2021年3月期からどんどん増えております。総負債は増え続けています。中でもですね、この赤いのがなんか割合増えてることがわかりますよね。この赤いのって何なんでしょうか。次のページいきます。これはですね、外貨建て社債です。この割合が結構増えてきてるんですよね。2021年3月期まではほぼ同じ金額だったんですけれども、だんだんこの外貨建て社債が増えてまして、結構割合が大きくなってます。主にですね、ユーロとイギリスポンドの社債になっております。じゃあ、社債だけで見るとですね、どのぐらいな金額なのかっていうのを見てみますとですね、
やはりですね、2022年あたりから急激に増えていることがわかります。ただですね、そこから同時にですね、国内債の方はですね、ちょっとずつ減ってることがわかるんですよね。おやということで、じゃあ次のグラフに切り替えてみましょう。社債の中で外貨建て社債の割合に注目するとですね、2021年頃までは 10% 程度だったんですが、そこから 19%、29%、36% と上がって、2025年3月期の時点で 42% にまで外貨建て社債の割合が増えていたんですよね。気がついたらすでに4割です。結構大きいですよね。このペースだともう半分いっちゃうんじゃないかっていう勢いなんですけれども、さらにと書いてありますね。これ2025年3月時点の数字だったんですけれども、はいドン。これがですね、外貨建て社債さらに発行しているんですよね。外貨建てだけじゃなくて国内社債も発行しているんですけれども、8月にですね、850、100万ユーロ、つまり8億5000万ユーロか。日本円に直すと1460億円。それから300、100万ポンド、つまり3億ポンド。こちらも8月に発行しています。それぞれ12年 3.727% と20年 6.21% という、なかなかな利率な外貨建て社債を8月に発行しております。これつい最近のことです。日本円にすると2056億円ですね。結構大きいです。で、その前の月7月にもですね、円建ての社債も発行しています。JR 東日本。340億円5年 1.215%、260億円10年 1.821%、それから250億円20年 2.804%、日本円の方、合計で850億円発行しております。7月と8月の社債を合計するとですね、日本円に換算すると2906億円分も新たに発行しています。で、割合見るとですね、外貨建ての方が2倍以上大きいですよね。どんどん外貨建ての割合が増えていっている状況になります。3月の時点で 42% でしたから、今回のでもう 50% いったんじゃないかなと思います。そのぐらいの勢いでですね、JR 東日本の社債、外貨建てのものがどんどん割合を増やしております。皆さん気がついてましたかね、これ。こういう状況を見てるとですね、もしかして JR 東日本、日本円で借りられなくなってるんじゃないかな、という疑問が湧いてきませんかね。だってそうですよね。理由もなく外貨建てで借りないじゃないですか。利率だって高いんだし、まだなんだかんだ日本って低金利ですから、金利が安いうちに日本円で借りた方が負担はまだ小さいんじゃないかなという気がするんですけれども、なぜか JR 東日本外貨建ての社債を増やしています。特に JR 東日本海外事業をそんなにやってないはずですから、外貨で借りても使う場面がないんじゃないかなという気がするんですけれども、こういう状況でですね、外貨社債がどんどん増えております。その理由がもし、日本円での借り入れができなくなってるとしたら、これは結構やばい話だと思うんですよね。JR 東日本が意図的に外貨でコントロールできていて借りているならいいんですけれど、単純に日本円で借りられないから外貨で借りているという安直な発想だとしたらちょっと後々やばいことになるのではないかなという懸念をしております。というわけでですね、このような事態お気づきでしたでしょうか？ JR 東日本の社債の中で外貨建ての社債の割合がどんどん増えているという小話でした。この動画が面白かった、良かったと思いましたら、いいね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。